イオンモール熊本っていうショッピングモールで働いてて、でその働いて終わって営業時間がもう終わった後の時間帯だったんですけど、すごい横揺れだったので、うわーみたいな、すぐ建物の外に逃げましたね。だから100人近くまだモールの中にいたんじゃないですかね。泣いてる方とか、やっぱこう立ちすくんで座ってる方とかもいて、ちょっとこう怖い気持ちで泣きそうにはなったんですけど、周りに他の知り合いのスタッフさんもいらっしゃったので、そこでちょっと安心してお互いその安否確認したりとか、気持ち的に大丈夫っていう話し合ったりとか。しばらく入れなかったんですよ、建物の中に。そのモールのスタッフさんが中に入らないでください、危ないのでって言って、多分2時間3時間ぐらい多分外にずっといて、その後に荷物が取れるようになって中に入ってみたら、水道管が破裂して水浸しになってたりとか、ガラスが割れて多分天井のガラスが落ちてたりとか、床のタイルがもう割れてところどころこう凸凹になってたりとか、いわゆるその盛り上がってたりとかして、でそんな中でもうお店の中のカバンとか雑貨とかは全部こう倒れて落ちてて、そんな中でこう自分の荷物を引っ張り出してきて、やっと取れたっていう感じですね。0時超えてからやっと帰宅ができるようになったって感じですね。一緒に暮らしてたのが父親とお兄ちゃんと3人暮らしなんですけど、3人で車の中ではいわゆる車中泊をして過ごした覚えがあります。もうぐっすり寝てましたね。で、当然その大きな地震が前にあったので、あれで終わりだと思ってたので、もう一度来るなんて予想もしていなかったので、その時はもう寝てて揺れて、もう避難訓練と同じですね。もうその奥さんの体にかぶさって布団を頭からかぶって揺れが収まるまで待って、でそこから避難を開始したっていう形だったんですけど、あまりにも揺れがひどくて、そこから扉を出ようとしたんですけど、ちょうどその玄関につながる扉が食器棚とか冷蔵庫とかが扉が開いてしまった結果、全く開かなくなってしまって、で2階に住んでたので、布団を投げて飛び降りるか扉を蹴破るかっていうところで蹴ってみて、ダメだったら飛び降りようって話を奥さんとしたんですけど、結果的に僕が扉を蹴り破ることができたので、そこから一旦室内で怪我をしないようにして、僕がその扉と格闘している間に奥さんがペットたちの準備をしたりとか、もう本当に気の身気のままペットたちだけ連れて外に出て、で小学校が近かったので一旦そこに避難をしようって言って小学校に避難しましたね。何秒揺れたか分かんないけど横揺れがして、で実家は古いから上から家がこう落ちてくるんじゃないかぐらいに揺れたんだけど、揺れが収まったタイミングで停電したんですよ。でその後親が2階に寝てたので、それで降りてきたのが家が崩れたと思うぐらい真っ暗やけん、多分県軍とかよりも真式とかよりは揺れなかったんだろうけど、人並みの揺れはあったと思います。かといってなんかこうほら食器棚から物が倒れたとか、なんか床にこう散乱したとか、そういうのは特になかったですね。でもその地震があった後すぐだったか忘れたけど、グループ LINE をもともと作ってて、飲み会用というかオフ会用みたいな、そのグループ LINE にみんな大丈夫っていう連絡を入れたんですよ。そしたら、その日だったか数日経ったとかは忘れたけど、その後にトランスくんの一人の子が、熊本市内じゃない子がそのホルモン注射の、病院って空いてるんですかっていう、連絡が来たので、病院に電話して、多分、ホルモン注射って2週間とか3週間に1回とか
その本人たちによって違うし、で、子宮卵巣摘出だけど卵巣摘出してる人たちは生理が来ないでしょ。でも生理が来ないとホルモン注射をしないと今度ホルモンバランスがちょっと崩れるでしょ。で逆に、取ってない人からしたらホルモン治療をしなかったら今度生理が来て苦痛になるでしょ。でも生理が来るっていうことはイコールナプキンがいるんですよ。でも私たちみたいな、トランスジェンダーで物資くださいって言って女性にしかあげれませんって言ったら、私はパートナーがいるからパートナーに取ってきてって言えるけど、パートナーがいないその周りにカミングアウトしてない人からしたらナプキンの物資がもらえなかったら多分どうするんだろうっていうところもあるかもですね。ナプキンの物資が来てないっていう、避難所もあったんですよね。それはセクシャルに関係なく。なので課題は多分いっぱいあるんだとは思うんですけどね。途中で多分打てなくなってしまって、月経がまた始まった覚えはあるんですよね。で父親に頼むことも兄に頼むことも、まずいわゆる生理用品であったりとかを買いに行ってもらうこともちょっとしづらかったので、なんか嘘をつきながら、あえて誰かと電話をしてるふりをしながら、その人の電話先の人のものを選んでるかのような装いで買った覚えはあるので、多分月経はまた始まってたかなって思ってます。途中でできなかった覚えもあったので。名前を書かないといけなかったんですけど、本名を書かないといけないのかなっていうところがあって、自分は熊本地震10年前の熊本地震の時はまだ名前を変えてなかったので、本名を書かないといけないのかな。で性別も変えてなかったから、で性別が男女って書かれてたので、男性じゃなくてやっぱ女性に丸をつけないといけないのかなって思ったりしたので、一番なんか近い地元の一番実家から近いところの避難所っていうのは、知ってる人がいたりとか、そうやって名前書いたりとかして、なんか言われたりとか、なんかちょっと自分がなんて言うんだろう、自分だったら避難しにくいのかなって。名前は僕は全部通称名で書きましたね。でその時はもしかしたら本名で書いた方が良かったのかもしれないですけど、それでトラブルになるよりは、非常時にどうしようどうしようっていう余計な心配を持たれてしまうよりも、あれは安否確認の一つでもあったと思うので、こちらから自分の身内には連絡も取れてる状況だったので、もうそこはもう特に何も言わずに通称名を書いて避難しましたね。お風呂に入れなかったのはやっぱちょっと辛かったなって思ってますね。水道も止まってガスも止まってたので、しばらくの間は住んでる自宅ではお風呂が入れなくて、でしばらくしてSNS かどっかで情報が流れてきたんですけど、温泉施設の無料開放っていうのがあって、その時に父親と兄は行けるんですよ。行くぞと、無料だから行くぞと。でその時に春樹も一緒に行くぞって声をかけてくれたんですけど、手術をしてもいないし、男性の中に自分が入っていったらどうなるのかなっていう不安もすごくあって、行きたい気持ちはあるけど行けないって答えたんですよね。でなんでやみたいなことを言われるんですけど、だってさって知ってるんじゃんっていう流れを、そういう言葉をかけて、ああそっかってなって、2人は温泉施設に行ったんですけど、自分だけ家にポツンといる間はすごく不安でした。また余震が来るんじゃないかなとか、その時になんで男性の体で生まれてこなかったんだろうって、もし男性として生まれてたらこんな思いもしなかったし、一緒にお風呂にも行けたしっていう気持ちはあったので、その時にすごく自分の性別違和には
なんかこうモヤモヤした気持ちはありました。もう10年経ったんだっていう気持ちと、まだあれから10年なんだなっていう気持ちが、多分あれ経験した方は似たような感想を結構抱かれる方も多いのかなって思うんですけど、やっぱりこの時期になって話を他の方たちとすると「ねえあれから10年だね」でもまだ10年だよっていう話をします。その街並みとか見てると当然元に戻ってるところが多いですけど、やはり阿蘇の方の山を見るとあの時の傷跡が残っているのも見えますし、まだ熊本城も完全には戻ってないですし、やっぱりそのふっと見たところのアパートだったり建物に亀裂が入ってたりとかいうのもあるので、ああまだ残ってるな。一方でそのひどかった益城の方とかを今通ると、あこんなに道路きれいになってるって、あの時はもう隆起しててですね、もう全然通れるような感じじゃなかったのになって、すごいねっていう話をしたりとかも、だからもうどっちもありますね。すごく自分の性別に関しては突きつけられたことが強くあったのが地震のきっかけかなって思います。普通に生まれてくればこんな思いもしなかったしっていう気持ちはすごくあったので、なんかこう改めて自分の性別違和に関しては悩むきっかけにもなんか突きつけられたような気持ちにもなったのがあるかなって思ってますね。その自分は当事者ですよって声を上げられるようになったのもやっぱその10年の中ではあったので、友人と出会えたきっかけだったりとかもすごくその中にはあったので、やっぱ本当人とのつながりが大切なんだなとか、これが勇気になるんだなとか思えたのも強いかなって僕の中では思ってます。